ダンケルクからの撤退が行われた頃、フランスは軍事的にすでに敗北しているも同然で、我々は敗北した、戦争に負けたと宣言していました。ところがフランス軍はすぐに降伏することはなく、最後の抵抗を行っていきます。対するドイツ軍は海岸からマジノ線までに軍勢を並べ、一斉に南下を開始していきました。フランス軍は先頭を進んでくる戦車が通り過ぎるまで隠れておき、その後方を進んでくる部隊を攻撃するという作戦で激しく抵抗していきましたが、ドイツ軍の勢いは止められません。迫り来るドイツ軍を見てフランス政府はパリを無防備都市としてドイツ軍に明け渡すという決断をします。こうしてフランス軍は南部へと避難。そこにドイツ軍がやってきて、とうとうパリが陥落しました。フランスの最後の希望はアメリカやイギリスが助けてくれることでしたが、アメリカからは中立を保つ、イギリスからは本土の防衛で手一杯という返事が返ってきます。フランスは絶望的な状況でした。そんな時にそれまで情勢を見守っていたイタリアがイギリス・フランスに宣戦布告します。この戦いはドイツが勝つ、そう考えて参戦に踏み切ったのです。こうしてイタリア軍は国境を越えてフランス領内へと侵入。枢軸陣営がヨーロッパで勢力を伸ばしていきました。このような絶望的な状況の中、フランスの首相に就任したのがフィリップ・ペタンでした。彼は第一次世界大戦において戦いを指導し、フランスを勝利に導いた英雄です。そのような経緯があるため、84歳の高齢にもかかわらず、国民の絶大ともいえる尊敬と信頼を保っている人物でした。もはやペタンしかいない、彼の人気に頼るしかない、そう考えた大統領が頼み込み、嫌がるペタンに首相を引き受けさせたのです。こうして首相となったペタンは、パリが陥落した直後から早く和平交渉をするべきだ、フランスを存続させるためにはそれしかないと主張している人物だったので、すぐにドイツに対して休戦を申し込みます。こうしてドイツとフランスの代表がパリ郊外のコンピエーニュの森に集結。両国の間で休戦協定が成立します。このコンピエーニュの森は第一次世界大戦の時に休戦協定調印が行われた場所。その時はドイツがフランスに降伏したのですが、今回はフランスがドイツに降伏しています。ヒトラーは第一次世界大戦で敗北した屈辱をここで晴らしたのです。こうしてドイツはわずか45日間の戦いでオランダ、ベルギー、フランスを制圧することに成功しました。ドイツ国内でのヒトラーの人気は最高潮に達し、外交の天才という異名だけでなく、戦争の天才という異名でも呼ばれるようになります。対するフランスは早くも第二次世界大戦から脱落し、イギリスはドイツと単独で戦争を続けることとなってしまいます。この分ではイギリスも危ない、そう考えた世界の各国は様々な対応を取っていきました。まずカナダはイギリスに対して王室の王女だけでも引き受けたいと申し入れ、次にアメリカはイギリスに対してもしもドイツに占領された場合、イギリスの艦隊をどう処分するつもりだと問い合わせます。そのくらいイギリスの状況は危機的状況でした。対する枢軸陣営の日本ではドイツが優勢だ、この機会にドイツと軍事同盟を結ぼう、そしてアジアにいるアメリカ、イギリス勢力を倒そうとの声が急速に高まっていったのです。さて、こうして戦いが終わった後、ドイツに敗北したフランスは4つの地区に分割されます。1つ目がドイツに編入する地区、2つ目がドイツが占領する地区、3つ目がイタリアが占領する地区、4つ目がフランスが統治する地区です。中でもフランスが統治する地区は首都をビシーという町に置いたので、ビシー政権と呼ばれます。ここでは大統領制が廃止され、ペタンが国家主席のポストにつき、首相を任命して政治を行わせるという形になりました。こうして成立したビシー政権は、この戦争はドイツの勝利によって終わると考えていたため、ドイツに協力しながら占領政策の緩和を求めるという方針を取っていきます。そのためフランスではユダヤ人やドイツ軍に敵対する人物が何万人も捕まって処刑されていくことになるのです。しかしドイツに従うなんてありえないと考えて徹底抗戦を唱える人々もいました。そのような人々はイギリスのロンドンへと亡命し、そこからラジオ放送でフランス国民に抵抗を呼びかけ、
戦争の継続を放送で訴える活動を続けていきます。彼らが結成した亡命政府が自由フランス。その中心人物がフランス陸軍の軍人だったシャルル・ド・ゴールです。もちろんフランス国内にもドイツに抵抗する人々は残っており、市民や労働者、共産党員や一部の教会関係者などがドイツに対する抵抗運動を続けていきます。この抵抗運動のことをレジスタンスと呼び、地方の行政官だったジャン・ムーランという人物はこのバラバラだったレジスタンスの統一を進めていきました。こうしてフランスの状況はド・ゴール率いる自由フランスとジャン・ムーラン率いるレジスタンスが協力してドイツやペタン率いるビシー政権に対抗するという構造になっていくのです。La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvrent de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.